こんにちは、斉藤直樹です。今日は結構大変な質問が来ております。10代メールさんからの質問ですね。はじめまして、斉藤直樹先生。2年ほど前から先生の動画を楽しく拝見させていただいているほか、イラスト最速上達法、うまく描くの禁止、辛くないイラスト上達法など、書籍を読んでイラストの勉強をさせていただいております。私は2年以内に安定した収入を得られる力を身につけることを目標にしています。はい、すごいですね。時間は2年間という期間なら余裕があり、人に見せられるだけの画力はあると思っています。また、決して設備が十分に整っているわけではありませんが、クリスタを問題なく動かせるノート PC、16インチモニター、板タブはすでに保有しております。はい、十分だと思います。そこで、通常の人よりも少し画力が高い人間が、2年以内にプロを目指すためのプロセスをご教授いただきたいです。私が知りたい情報は主に2つで、1つは知名度の伸ばし方と、もう1つは2年間で目指すべく現実的な依頼の業種などです。前者の知名度の伸ばし方は、有名ゲームや VTuber など有名なコンテンツの二次創作を定期的に投稿することで知名度の確保はある程度しやすいものだと存じております。ですが、完全に二次創作だけを投稿してしまっては本末転倒になってしまうと考えております。そこで一次創作はどのぐらい上げるべきなのか疑問です。また、二次創作をするコンテンツは現在2社の VTuber 事務所と2社のゲームです。基本的に神絵師と呼ばれる方々は対立する会社であっても気にせずファンアートを出していますが、両方に肩入れすることが立場的にもしかしたら危ないかもしれなくて不安です。はい。これはね、ちょっと不安になりすぎですね。あんまり関係ないと思います。また、幅広いコンテンツに手を出すことは有名になった後にするのは新たな顧客の獲得として有効な戦術かもしれませんが、プロになっていないうちはせめて一つの事務所と一つのゲームに絞った方が情報収集の時間を削減できるため、そうした方がより短い時間でイラストだけで生計を立てていくためには近道なのではないかと思ったりしています。いや、これもね、3ヶ月上達法では参考にする絵師は一人に絞った方がいいとお伝えしていますが、書くためのコンテンツをそこまで絞るのは逆にね、あんまり良くないかもしれませんね。後者の依頼の業種などは具体的に個人向けに VTuber のモデル制作をして徐々に単価を上げていこうと考えています。VTuber のモデリング制作は最初のうちは大変でしょうが、割と早いうちに1体だけでも10万円以上到達することが可能だという話は耳にしております。また、神絵師と呼ばれる方は企業からにはなりますが、最近では V モデル制作が中心になっている方もちらほら見受けられます。なので私は V モデル制作を中心に画力等の向上を図っていこうと計画しております。他に受けた方がいいジャンルなどありますでしょうか？ V モデル制作は諦めた方が良いのでしょうか？また、2年後に目安となる1案件ごとの平均単価が知りたいです。長文となってしまいましたが、ご教授いただければ幸いです。とのことです。はい、メールさんご質問ありがとうございます。はい、まずですね、率直な感想をお伝えします。いやもう、ふざけんなと。いや、これ結構難しい質問ですよ。ハードルはね、結構高いです。これですね、実際は、イラスト最速上達法、3ヶ月上達法で、具体的にもう全部包み隠さずお伝えした内容なので、全然不可能ではないです。不可能ではないんですが、いや、これね、結構ね、難しい質問なんですよね。いや、これですね、何が難しいかっていうと、2年間っていう縛りがあるんですよね。すごく迷うんですが、この方はね、ここまではっきりと期間を限定して、目線をしっかり定めているので、ちょっとね、厳しい言葉も受け入れられる方だと信じて、今日はね、結構厳しめのことも言いますね。なので、ちょっとまだ聞く準備できてない。今日は厳しいこと言わないでっていうのであれば、この先はね、まだ聞かないでください。聞く準備ができてから聞いてくださいね。はい。いいですか？大丈夫ですね。じゃあ、始めていきましょう。まずね、これは10代なので仕方ないことだと思うんですが、おそらくね、聞きかじりの情報を頑張ってつなげて、二次創作をして知名度上げなきゃ。でもオリジナルも書かなきゃ。二次創作するなら VTuber のファンアートだよな。でもお金を稼ぐんだったら VTuber のファンアートじゃなくて、モデリングがいいんだろうか。よし、じゃあ、VTuber のモデリングを中心にして、画力の向上を図るぞ。とか、ちょっと頭がごちゃごちゃになっている感じがするので、まずはね、ちょっと落ち着いてください。10何歳なのかはわかりませんが、そこから2年間でプロになるか。なるほど。でも、目標がね、もうなるべくはっきりしていた方がいいですからね。ちょっと無茶な質問ではあるんですが、頑張ってお答えしていきますね。それでは早速、行ってみましょう。短期勝負を目指すなら、絵に全てをかけよう。
まずですね、はっきりしたいのは、メールさんが絵師を目指したいのか、それとも絵に関係することだったら何でもいいから、その周辺も含めたクリエイティブなことで稼げればいいのか、どっちが優先度が高いかってことです。おそらくですね、メールさんはどっちもって考えているんだと思いますが、はい、僕も正直それをおすすめします。どっちもやった方がいいです。長期的な目線、2年で仕事にするっていうね、期限がなければ、そうした方が圧倒的にいいです。なぜなら少なくともですね、2024年現在は絵だけで安定して食っていけるような状況ではなくなってきているからですね。全く不可能っていうわけではありません。でも10年前に比べると、特に駆け出しの人にとってはかなり難しくなってきているっていうのが正直なところだと思います。なので、絵以外の能力、メールさんがおっしゃっているように VTuber モデリングやその他いろいろなことも同時に学んでいって、ただ絵を描けるだけじゃなくて、もう絵を動かせるよ、もう表情もつけられるよっていうできることを増やしていった方が誰かの役に立つ可能性は上がってきます。もう最初にものすごく大事なことを言いますね。このね、仕事って何なのかっていうと、自分がね、誰かの役に立てる人になることです。これは絵だけじゃなくて全てのことに言えることです。メールさんが絵を通じて、あるいは他の何かの活動を通して誰かの役に立てる人になれば、勝手にね、仕事って来ます。で、逆にね、どんなに頑張ろうと本気を出そうと、その結果誰にも役に立たないような人であれば仕事はね、全く来ません。まずはその基本を押さえておいてください。で、その基本を押さえた上で、とはいえ2年間の縛りというものがあります。2年間である程度稼げるようになることがメールさんのたっての希望ですよね。そうした場合ですね、絵も頑張ります。VTuber のモデリングも頑張ります。で、両方取ろうとすると、どっちも中途半端になる可能性が高いかなと思いました。誰かの役に立てるレベルに到達するのが難しいという意味です。これ正確にはわかりませんよ。メールさんがご自身でおっしゃっているように、絵は結構自信あります。人に見せられるだけの実力がもうすでにあります。あるいは2年間もあればそこまで余裕ですっていう言葉だけを信じるなら、それなら両方頑張りなってなるんですけど、これは僕の経験的になんですが、メールさんはですね、まだまだそこまでの実力がないように感じてしまうんですよね。絵も見ていないのにそんなことわかるわけなくないって思うかもしれませんが、いやいや、ですね、少なくとも絵で2年以内に仕事ができるような感じの人って、こういう質問に対してもですね、自分の絵のサンプルとかそれがわかる URL を載せるぐらい結構ね、貪欲なんですよ。チャンスがあればもう全部掴み取ろうとするし、僕の質問コーナーですら宣伝に利用しようとすると思うんですよ。だってもし取り上げられたら絶好の営業機会じゃないですか。一度バンされたとはいえね、登録もうすぐで60万人のチャンネルですからね。それをしないっていうことは、おそらくすぐに誰かに見せて、それが仕事につながると、少なくとも自分が思えるだけの絵が今すでにないということなので、絵もやります、 VTuber モデリングもやりますってなったら、おそらくですね、もうどっちも中途半端になるような気がしますね。というか、どっちに絞ったとしても、ギリギリだと思います。2年間では。そのぐらいの印象です。練習じゃなく本番を作ろう。で、もし本当に絵の仕事を2年間でゲットしたい、絵を描いても絶対に収入を得たいんじゃっていう場合には、もう他に脇目も振らずにね、ひたすら練習ではなく、これはもう仕事で出しても恥ずかしくない作品だっていう作品としての絵をたくさん描いて発表してください。もうね、練習じゃなく本番ってことです。僕のね、イラスト最速上達を読んでくださったなら、もうすでに分かっていると思いますが、絵はね、練習していてはいつまでも上手くはならないんですよ。いや、上手くはなるんですが、短期間で仕事ができるレベルで上達することは難しいです。練習ではなく、発表するための本番としての作品をとにかく書くこと。これが何よりも上達につながるんです。はい。本に書いてありますよね。2年間で仕事をゲットするためには、自分でできるだけその本番の機会を作りましょう。本番ってどう作ればいいのって疑問に思ったかもしれませんが、これはね、言うのは簡単です。言うのは簡単なんですが、実際やるのはメールさんの覚悟が問われます。平たく言えばですね、世間にあなたの作品を発表することです。初歩の初歩で考えるなら、X で作品を発表するってことなんですが、あまりね、フォロワーがいない初期を考えるなら、それをね、発表と捉えてしまうと、ちょっとハードルが低くなりすぎてしまうので注意しましょう。あくまで X とかインスタでの作品発表は、もう最低限、
前提として、その上でプラスアルファ考えられることとしては、例えば絵のコンテストに応募することです。絵のコンテストってね、良かれ悪しかれ、結果がつきまといます。全力で書いて良さが伝われば、受賞できますし、自信も得られると思います。今までの努力は間違ってなかった。よーし、このまま突き進めばいいんだっていう推進力を得ることができると思いますし、良さが伝わらなければ、当然落選しますね。全力で書いたのに良さが伝わらなかった。自分にはまだまだ何かが足りないんだ。と、自分の絵を顧みるきっかけを得ることができるでしょう。受賞を逃すことってね、結構ショックですが、自分の絵を人に見せて、それが評価されるのか否か、そういう指標を得られることは、すごく大事なことです。それがないとね、ただだらだらと、どこを目指しているのかもわからずに、さまよってしまうことになるので、そうなるよりはもう本気で書いて、受賞を逃した方が1億倍ぐらい良いですね。で、2年間という縛りがあるので、制作の過程も無駄にするわけにはいきません。絵の制作過程も配信したり、動画を作ったりして思いを共有するのもありです。TikTok とか YouTube とかですね、もう絶対2年間で絵を仕事にしますとチャンネルで宣言してしまうのも良いです。そんなの引っ込みがつかなくなって嫌だと感じるかもしれませんが、最初に僕は言いました。2年間でプロになろうとすれば覚悟が必要だと。やれることはね、もう全部やる必要があります。メールさんが疑問に思っていた知名度の上げ方というのもこれに当たります。メールさんにとってね、引っ込みがつかない状況っていうのは、もう他の人からしたらね、それだけで興味が惹かれることです。むしろ引っ込みがつかない状況を作れば作るほど知名度はね、上がっていくんじゃないでしょうか。だってめちゃくちゃ気になるじゃないですか、そんな人。つい見ちゃいますよね。僕も見たいです。他ならぬ僕が YouTube で知名度が上がった時も、僕にとって引っ込みがつかない状況を作れたからだと思います。それまでね、顔出しでイラスト描いてる人ってほとんど見たことがありませんでした。そんな状況で僕が急に顔出しして出たわけですから、周囲はね、かなりびっくりしたんですね。あいつやば、もう引っ込みつかないじゃんってね。僕、他人に対してだから、こんな無茶なこと言ってるわけじゃないんですよ。他ならぬ僕自身がね、こういうことを繰り返してきて、で、上達して実際に絵の仕事を得てきているわけなんで、僕が実際にですね、体現した仕事を得る道筋をもうちょっと抽象化して、皆さんが実行しやすいようにしてお話ししているだけなんですよね。メールさんが実際に顔出しするかどうかは、お任せしますが、配信をするなら、そこで絵にかける思いを共有しましょう。こんなことを考えながら描いている。今こんなことを目指している。絵のここを大事にしている。将来はこうなればいいなとワクワクしている。そうやって目標に突き進んでいく姿も同時に見せることによって、あなたのファンになってくれる人も出てくると思います。もしかしたらその中から個人的に絵の依頼をしてくれる人が出てくるかもしれません。作品発表の場だけではなく、制作の現場まで本番にしてしまうっていうやり方ですね。とにかくこれはもう失敗したら恥ずかしいっていう本番をたくさん作ってください。本番を2年間でたくさん作ることができれば、絵で収入を得る目標に近づけると思います。ちなみにですね、質問にあった絵の単価についてなんですが、詳しい動画があります。こちら、イラスト相場、イラスト量が低い理由とはをご覧ください。おそらくね、そこまで状況は変わっていないと思うので、今見ても参考になると思います。駆け出しの頃は2、3万円から5万円ぐらいだったでしょうか。そのぐらいだったと思います。僕の場合は。二次創作と一次創作の割合。そしてこれはよくある質問なんですが、二次創作と一次創作、どのような割合で書けば良いですかっていう質問なんですが、これはですね、目的によって人それぞれ違うと思うんですが、僕の場合30歳の時ですね、キャラクターイラストを企業に依頼してほしいと思っていた期間ですね。その頃は二次創作 100%、一次創作 0% でやっていました。これはですね、超短期決戦型ですね。絵を依頼してくれる人って絵を描けるわけじゃありません。つまり、ここまでの画力があるなら、こういう絵も描けるはずだろうとは思わないんですよ、大体の人は。この人、原神のキャライラストを描いてる。じゃあ、このキャラに似たようなこのイラストをお願いしよう。みたいに、結構直球な依頼が多いんですよね。なので、企業からのキャラクターイラストの仕事につながる絵のサンプルを増やすという目的においては、クオリティの高い二次創作をひたすらするのが、僕は効果的だと思うんです。メールさんはね、10代からの2年短期決戦型ですから、僕と同じように、二次創作 100% が、おすすめ
めですね。ちなみにですね、二次創作対象が競合他社だとしても別に問題ないと思います。依頼者的にですね、こいつ競合他社のあのコンテンツのキャラクターを描いているから我が社の依頼をするのはやめようなんてね、心が狭い会社、多分生き残ってないですよ。むしろ逆にね、この絵師うまってなったら競合他社よりも早めに仕事を依頼してなるべく早く唾をつけておくと思います。ただですね、メールさんが個人依頼も視野に入れるのであれば一次創作、オリジナルもある程度混ぜていくのがいいでしょう。どっちをね、最終目標にするかによってその割合はね、変化しますので、そこは自分の目標設定によって調節してみてください。僕はね、その時個人依頼は受けるつもりがなかったので二次創作 100% で絵を描いていたということです。それでもね、個人依頼何件かお願いしてもらいましたけどね、ただね、一応解説しましたが、二次創作一次創作別に割合はね、そこまで重要じゃありません。さっき紹介した本番の絵を何枚も作ることの方が100倍大事です。それよりもですね、おそらく性的な絵を描くか描かないのかの方が今後の道に大きく関わってくると思います。僕はね、今後の活動の広がりを考えるなら、性的な絵はね、あんまり描かないことをお勧めしますが、本当にこの短期間にお金を稼ぐ必要があるっていう場合には、もちろんね、性的な絵を描くっていう決断をされる絵描きも、多くいらっしゃいます。実際にもお金にもなりやすいですが、後々のその活動がね、ご自身の活動の幅を狭める原因になる可能性があるということは、十分に理解しておく必要があると思います。そこはもうご自身のポリシーの問題です。自己判断でお願いします。長期勝負なら VTuber のモデリングにチャレンジ。はい。ここまでは、あくまでも絵だけで、しかも2年間で絵描きとして収入を得る。そのためにどうすればいいのか、ということについてお伝えしてきました。というかね、今言ったことは、イラスト最速上達法の動画とか、書籍で語っていることなので、これを実践して実際に上手くなって、メールさんが目指しているような、大手 VTuber のイラストを実際に依頼されている方、僕も何人か報告を受けています。本気で取り組めば、短期間でも今言ったような結果を出せるっていうことですね。はい。僕はそのやり方、本当に包み隠さずね、イラスト最速上達法の動画と2冊の本で語っていますから、それを参考にしていただければと思います。ただ、一番最初にもお伝えしましたが、僕はですね、正直、イラスト1本に絞ってしまうのは、特に今の時代はリスクが大きいのではないかと思っています。なので、2年という縛りがなければ、もしくは2年で収入は得たいけど、絵に限らなくてもいいということであれば、今は VTuber のモデリング制作にチャレンジした方が良い感じがしますね。なぜかというと、現段階では絵を描いてくださいっていう依頼よりも需要があり、なおかつ絵を描ける人口よりも VTuber をいい感じにモデリングできる人の方が圧倒的に少ないからです。それにね、今すぐ仕事にならなかったとしても、身につけた能力は後々、今になってそれ役に立つのっていう意外なタイミングで役に立つこともあると思います。なので、長期的に見ても今は VTuber のモデリングの方に力を入れた方が可能性が広がるような感じがしていますね。後々にも有利に働くと思います。ただ、そこにリスクがないわけでもないです。というのは、仮にですね、VTuber モデリングで仕事が安定した場合、イラストの仕事はそんなに来なくなる可能性がある。もしくは、絵は上達しなくなる可能性がある。ということですね。というのはですね、イラストって割と特殊な技術でですね、例えば分かりやすい例で言うと、漫画やアニメなど、時間軸があるものと違って、その1枚だけでどれだけ人の心を引きつけることができるのかという部分に心を砕きます。なので割とですね、時間軸が存在しているような漫画やアニメの表現に慣れてくると、1枚の絵の重要性ってね、それほど高くなくなるんですよ。それよりもね、全体でどう見えるかが大事になってくるから。なので、1枚のイラストの魅力という上で判断すると、イラストレーターの方が濃い絵を描きがちですし、実際にね、イラストをお願いする方も、それを望まれる方の方が多めだと思いますので、VTuber モデリングもですね、そういう意味では、キャラクターを動かすのが主軸じゃないですか。それはですね、1枚の絵を作るっていう絵作りともちょっと違う世界なので、それが安定して仕事になるっていうことになると、イラストの方はですね、どうしてもおざなりになっていくと思うんですよ。もちろんね、それでも全然構わない。俺は VTuber モデリングの方で一流を目指すんだっていう場合にはもちろんそれでいいんですが、あくまでね、
あくまでメールさんの最終目標がイラストである場合には、こういうリスクも一応あることは頭の片隅にでも置いておく必要があると思います。いずれにしろね、2年間でプロを目指そうと大きな目標を掲げたメールさんは、ものすごく勇気がある方だと思います。はい。僕もね、応援させていただきたいので、この動画にコメントをくだされば、そのコメントを最上部に固定させていただきます。自分の X があったり、あとは YouTube のアカウントをもし作ったら、そこに貼り付けていただければ宣伝にもなると思いますので、ぜひコメントしてみてください。この動画を見てくださった方がね、メールさんのイラスト、アカウント見に行ってくれると思います。はい。タフなチャレンジになると思いますが、頑張ってください。応援しています。はい。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今回お伝えしたイラスト最速上達法はめちゃくちゃハードで、正直ね、誰にでもおすすめできるものじゃありません。ただ、短期間に無理やり上達して仕事につなげたいというメールさんのような人にとってはすごく効果的な方法です。その覚悟があるという人はですね、こちらの動画、完全版イラスト最速上達法をご覧ください。書籍版は2冊、黒の書と赤の書がございます。赤の書の方はね、問題解決編になっていますので、黒の書にまずチャレンジして、そこで疑問が生まれたという人は購入を検討してみてください。両方とも英語版もあります。僕のブースで販売中ですね。で、赤の書だけ書籍版がまだ在庫がありますね。ただ結構残り少なくなってきているので、赤の書、電子じゃなくて書籍版が欲しいっていう人はぜひお早めにご検討ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。